こんにちは。ここは羽田空港国際線第3ターミナルです。今回は JAL とカタール航空を利用してドーハ経由でサウジアラビアのリヤドまで向かいます。飛行機は23時30分発ですが、早朝に札幌から移動してきました。その目的は羽田空港のラウンジ巡りをするためです。現在時刻は10時20分ですので、出発まで約13時間あります。この時間で6カ所のラウンジ巡りをしてみようと思います。まずはチェックイン手続きをして荷物を預けます。こちらのフェイスエクスプレスの機械で手続きを行います。出発の13時間も前ですが、荷物を預けられるのは嬉しいですね。荷物を預けました。久しぶりの羽田国際線なので、少し空港内を散策します。本日はこちらの6カ所のラウンジを巡る予定です。昨年修行で取得した JGC プレミアのステータスを利用するのと、プライオリティパス会員にもなったので、その2つを利用して回ります。すでに早朝には新千歳空港でダイヤモンドプレミアラウンジを利用してきました。ということで、一日ラウンジ巡りを楽しんでいきたいと思います。保安検査場を通過して出国します。出国して制限エリア内に入りました。最初に JAL ファーストクラスラウンジに向かいます。入り口に来ました。私は昨年 JGC プレミアを修行で獲得できたので入れます。受付をして中に入りました。長い廊下を進んでダイニングのある JALS テーブルに向かいます。ダイニングに出ました。とても広々としています。まだ午前発の便があるので人はほどほどにいます。窓際の席は眺めが良いです。一旦ダイニングに向かいましたが、急いで寿司鶴亭に向かいます。鶴亭は11時までの営業なので、もうすぐ閉まってしまいます。早朝に札幌を出たのはここに入ってみたかったためです。この白い寿司カウンターは美しいですね。閉店時間が近いせいか、人はほとんどいません。カウンターに近い席で寿司を注文しました。注文は座席にある QR コードから行います。寿司ネタは週替わりですが、この時はマグロ、のどぐろ、卵でした。さらにこの時はうなぎの白焼き握りがありました。マグロ、のどぐろ、うなぎを2貫ずつ注文しました。なんとも贅沢なラインナップです。職人さんの握りたてなのでとても美味しかったです。鶴亭にはシャンパン、ワイン、日本酒などの各種アルコールも置いています。フルーツやスイートポテト、バスクチーズケーキ、一口でいただけるピンチョスなどのおつまみもあります。この時はマダイやローストビーフ、ホタテでした。スープ類やビーフカレーも置いてありました。パン類も置いてあります。鶴亭にギリギリ入れて満足できました。
5階のジャルズサロンも11時で一度閉店になりますが、15時に再開するので後で行きます。次にレッドスイートにやってきました。こちらでは靴磨きのサービスがありますが、午前は11時20分までです。中は大人の隠れ家のようなシックな雰囲気です。ちょうど靴磨きを終えている方がいました。私は靴磨きをしていただけるような靴ではないので見学だけします。古い本やレトロなグッズが棚に展示されています。このような空間が似合う渋い大人になりたいものですね。奥にはサッカーゲームやチェスが置いてあります。こちらの部屋にはシャンパンと日本酒が置いてあります。シャンパンはファーストクラスラウンジでおなじみのジョセフ・ペリエです。ラウンジは広いですが、このシャンパンはこちらにしか置いていませんでした。日本酒は天美の純米大吟醸です。棚にはリーデルのグラスが並んでいます。ワインセラーの中には大量のジョセフ・ペリエが保管されていました。ダイニングに戻って昼食にします。ビールはプレミアムビールが4種類、ワインは赤が2種類、白が1種類。シャンパンはこちらではアヤラが置いてあります。ツルテイにもあった同じピンチョスがこちらにもあります。窓際の席に座って食事をいただきます。アラカルトメニューは QR コードで注文します。最初にピンチョス3点をいただきます。マダイとクリームチーズのピンチョス、ローストビーフ、ホタテのオイル漬け。こちらはアラカルトメニューで頼んだ前菜盛り合わせ。トリュフとキノコのスープ。ジョセフ・ペリエのシャンパンといただきます。フグのロースト、オレンジソース。うなぎの白焼き茶漬け。アップルパイ、ソルトクランブル添え。そして締めの豚骨ラーメン。どの料理もすべて美味しくて大満足です。まだ食べたいものもありましたが、今日は後で夕食もこちらでいただくので楽しみにとっておこうと思います。お腹がいっぱいになったので、こちらの席で少し休憩を取ります。出発までまだ10時間あるので、ここからは他のラウンジ巡りに行きます。ファーストクラスラウンジにはまた後で戻ってきます。寿司ツルテイの入り口はすでに閉鎖されていました。少し歩いてスカイラウンジサウスにやってきました。こちらのラウンジはプライオリティパスで入れます。先日プライオリティパスが付帯しているセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードを発行しました。初年度の年会費は無料なのでお試しで利用しやすいです。受付でアプリの会員証を提示してエレベーターで下の階に行きます。ラウンジは広くはないですが、落ち着いた照明で静かな雰囲気です。テーブル席とソファー席が半々ぐらいであります。食べ物や飲み物を見てみます。メリタのコーヒーメーカー、
日本酒やワインなどのお酒類、ビールサーバー、ソフトドリンク、カレーライスやおにぎり、野菜、焼きそば、唐揚げ、シューマイ、カツサンド、カヌレ、ビスケット、枝豆、いなり寿司、カレーパン、カップ麺と味噌汁が置いてあります。高級なものはありませんが、種類がありお腹を満たすことはできそうです。照明が明るすぎないのでゆっくりとくつろぐことができます。次にラウンジが集まるこちらのエリアに来ました。6階のキャセイパシフィック航空のラウンジから入ってみます。営業時間は7時30分から17時です。キャセイパシフィック航空はワンワールドなのでステータスがあれば入れます。16時過ぎなので人は少なく空いています。こちらにはバーカウンターがあります。大きいソファーの席がたくさんあります。6階なので景色がとてもよく飛行機を見下ろせます。こちらにはカウンター席が用意されています。テーブル付きのソファー席は横の壁が高くてプライベート感があります。ダイニングエリアに行ってみます。キャセイパシフィックのラウンジでおなじみのヌードルバーがあります。羽田空港にはありますが、成田空港のキャセイラウンジにはありません。メニューはこちら。定番の担々麺とエビ餃子を注文しました。香港で食べた以来ですが、辛さ控えめでごまが効いてクリーミーです。エビ餃子もプリプリであっさりとしています。サンラータン麺とトムヨム麺も追加でいただきました。麺はどれも美味しく、少量でいろいろな種類が食べられるのが嬉しいです。その他に種類は少ないですが、ビュッフェ形式で料理があります。チーズやハムなどのおつまみ系とデザートがありました。少しだけデザートをいただきました。閉店の17時が近づいたのでそろそろ外に出ます。とてもいいラウンジでした。次回はバーでゆっくり過ごしてみたいです。次に5階にある桜ラウンジスカイビューにやってきました。4階にも桜ラウンジがありますが、こちらの方がいつも人は少ないようです。確かに17時くらいですが空席が多いです。奥の方には飲み物コーナーがありますが、人は誰もいません。飲み物はビール、ワイン、スパークリング、日本酒など各種が置いてありました。ファーストクラスラウンジとは異なるスパークリングワインです。窓側に向かってみます。
窓側の座席は開放的で空港が見渡せます。ダイニングスペースに来ました。食事の内容を見てみます。JAL といえばおなじみのオリジナルビーフカレー、サラダ、野菜類、チキンのトマト煮込み、フライドチキン、野菜のクリーム煮込み、フライドポテト、唐揚げとシューマイ、野菜スープ、クラムチャウダー、チャーハン、豚カルビ焼き、きんぴらごぼう、卵焼き、サバの照り焼きなどの和食、りんごのキッシュ、マフィン、バターロール、クロワッサン。飲み物は奥にあったものと同じものが置いています。ラウンジ内を確認できたので4階の桜ラウンジにも行ってみます。4階の桜ラウンジに来ました。5階とはつながってはいないのでここでも受付をします。受付から右回りに進んでみます。ダイニングに出ました。やはり5階の桜ラウンジスカイビューよりこちらの方が混んでいます。かなり広くて座席数が多いですがにぎわっていますね。こちらにもダイニングがあります。食事の内容は先ほどご紹介した5階のラウンジと同じです。アルコール、ソフトドリンクも同じですね。一番奥の場所にも飲み物コーナーがあります。また入り口付近に戻ります。こちらにはマッサージチェアが3台ありました。5階の桜ラウンジスカイビューにはありません。こちらにはシャワールームが3部屋ありました。入り口を挟んで反対側には6部屋あります。ラウンジ内を確認できたので桜ラウンジを出て次のラウンジに向かいます。中央付近のエスカレーターの上に T アットラウンジとスカイラウンジがあります。 T アットラウンジはこちらの各航空会社のラウンジとなっています。プライオリティパスでも入れますが午前1時から5時までだけなので今は入れません。スカイラウンジはクレジットカードラウンジなので各種ゴールドカードをお持ちであれば入れます。私は先ほどご紹介したこちらのプラチナカードを提示して入ります。受付をしてスカイラウンジに入ります。中はそんなに広くはなく椅子がたくさん並んでいます。窓際のテーブル席は飛行機が眺められて良さそうです。
ラウンジ内はこれで一周終了です。飲み物を見てみます。コーヒーメーカーがあります。ソフトドリンクが自由に飲めます。アルコール、おつまみは有料ですが注文することができます。早いですがスカイラウンジを後にします。ゴールドカードをお持ちであればこちらで搭乗を待つのが良さそうですね。ラウンジ巡りを終えてファーストクラスラウンジに戻ってきました。午前中に行けなかった5階のジャルズサロンに行ってみます。マッサージチェアがあったので利用してみます。全部で4台ありました。桜ラウンジにもありましたが、こちらの方がスペースが広いです。やってみましたが、マッサージは得意ではないので短時間で終了しました。お好きな人にとってはとてもリラックスできる場所です。ジャルズサロン内を回ってみます。バーカウンターのあるメインの場所にやってきました。山崎、響、白州などのプレミアムウイスキーがいただけます。他にも JAL オリジナルカクテルやコーヒーなどが注文できます。シャンパン、ワイン、お菓子などはカウンターに置いてあります。19時過ぎでしたが、この時は貸し切り状態で誰もいませんでした。贅沢に山崎と響の飲み比べをしてみました。普段はウイスキーの味の違いがあまり分かりませんが、比べてみると違いますね。私は山崎の芳醇な味わいが好みでした。しばらくゆったりとした時間を過ごしたのでシャワーに入ろうと思います。シャワーも QR コードでアクセスしたページから予約できます。受付で鍵を借りて入ります。この時は待ちなしでした。富士山がデザインされていて素敵な空間です。シャワー室は全部で10室ありました。2番の部屋に入ります。室内は広くはないですが、シャワーを利用する分には十分です。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープは完備されてます。シャワーでさっぱりできたので夕食にします。ダイニングの方にやってきました。今は21時頃ですが、正午頃に比べると人が多いです。昼間と同じ窓際の席に座り食事を注文します。ポルチーニリゾットとジョセフ・ペリエのシャンパン、ポークフィレロースト。再びのお寿司です。鶴亭閉店後もお寿司の注文はできます。ただ職人さんに握っていただいたお寿司の方が美味しかったです。
こちらも本日2回目のうなぎの白焼き茶漬け。あっさりしていて何杯でも食べられそうです。最後の締めは JAL オリジナルビーフカレーのルーのみで。お腹がいっぱいになったので搭乗の時間まで JALS サロンでゆっくりします。22時過ぎになりましたが、この時間も貸し切り状態です。最後に山崎と白州の飲み比べをさせていただきました。普段ではなかなかできない至福の時ですね。JALS サロンは23時までの営業です。ちょうどドーハ行きの搭乗時間のためラウンジを後にします。今日は一日ラウンジを堪能させていただきました。私の場合 JGC プレミアの期限は来年3月末までなので、その後はファーストクラスラウンジには二度と入れないかもしれません。羽田空港には様々なラウンジがあるのが分かりましたので、今後はその時の状況により最適な場所を利用していきたいと思います。